はい、おはようございます。ということで、今回はいつもお世話になっている水沢さんのショップに行きたいと思います。で、水沢さんのお店はパシフィックスタンダードって言って小金井の方にあるんですけど、水沢さんのショップ紹介と、あとは彼のパンヘッドチョッパーですね、を見させてもらおうと思ってます。では行ってきます。おはようございます。よろしくお願いします。ショップの紹介と水沢さんのパン作りたいなと思ってて、じゃあ水沢さんよろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっとじゃあ簡単に水沢さん、自己紹介をお願いします。パシフィックスタンダードっていうバイク屋をやってます。水沢です。よろしくお願いします。お願いします。で、今回の動画ではまずちょっと水沢さんのこのパンのチョッパーの紹介をしていただきたいなというふうに思ってるので、ちょっと簡単に概要を教えてください。エンジンは1952年の FL ベースですね。フレームはビッシュボーンフレームで、まあこれといって特徴がないのが特徴ですかね。なるほど。なんか優等生な感じの。これいつ頃作ったんですか？これは2年ぐらい前ですかね。じゃあ割と新しいですね。新しいですね。ボロく見えるんですけど、まあ新しいですね。今までこういうチョッパーをずっと乗ってきた感じなんですか？チョッパーはこれが自分のは初めてです。それまではずっと純正のスタイルで、ボバーだったり、純正だったり。チョッパーに行った経緯はどんな感じだったんですか？いや、とりあえず一通り、30s、40s、50s いろいろいじってきて、それなりに自分のものとしては満足いくレベルまではできたかなと思って、その次の年代に最近はちょっと興味あって。やっぱりチョッパーと純正ってやっぱ全然フィーリング含めて違いますね。乗り味も違うし、ちょっと自由度が高いので。このパンチョッパー作るにあたって一番なんかこだわった部分みたいなのってどんなところなんですか？こだわったなんですかね。なんかどこにでもありそうな感じの。そうですかね。なんかイメージとしては。すごい優等生な。誰もがチョッパーっつったらこんな感じかなっていう。じゃあ前から見ていくと、フロントはあれですね、ワイドグライドで。そうですね、41のドラムのワイグラ、でもこれ可変アジャスターがついてるんで、ちょっと寝かせられるフォークですね。サイドカーとかのサービカーとか用の寝かせる
こともできる。あ、ここで調節するんですか。あ、そうですね。あ、そうなんだ。これ何インチぐらい伸ばしてるんですか。これは5インチですかね。最初はストックの長さだったんですけど、あ、そうなんですか。やっぱりちょっと物足りなくて伸ばしました。へえ、もうちょっと行きたいですけどね。あと2インチくらい。やっぱどんどん伸ばしたくなるんですね。伸ばしたくなりますね。ハンドル周りとかはどんな感じなんですか。ハンドルは3インチのドッグボーンかな。で、まあミディアムエイプっていうか、はい、ちょっとだけ高いやつですね。これはあれですか、純正の長さの時からこのぐらいのミディアムエイプなんですか。そうですね。もう店に余っててあ、そうなんですね。はい。おー、基本余り物で作ってる。これぞチョッパーですね。そうですね。でタンクはピーナッツ。ワッセルのワッセルか。サイドキャップってやつですね。これすごいですね、この感じが。これもでも実はニューペイントです。あ、そうなんですか。はい。見えない。ニューペイントなんですこれ。めっちゃいい感じですね。適当に、まあサビサビのタンクだったんで、その上から塗っただけです。水田さんが塗ったんですか。そうです。すごい。そうなんだ。やれペイント。2年前に。あ、そうなんですね。あとマグですね。マグですね。はいはい。マグはもう昔から好きで、あそこにもいっぱいあるんですけど、ずっと好きですね。でもまあ真冬とかちょっとかかり悪かったりはあるんで、最近辛いですけどね。マグの良さは何なんですか。マグの良さはバッテリーが死んでもエンジンはかかるっていうところですね。だから常に一応バッテリーも積んでるんですけど、どっか走り行って誰かバッテリー上がっちゃったりしたら入れ替えできるように、一応バイク屋目線でそれもやってるんですよ。あ、そうなんですね。素晴らしい。さすがだな。マグだとやっぱ走りも変わるんですか、若干。走りはどうですかね。結局高回転だとすごい抵抗になっちゃうので、遅いかもしれないですね。あ、そうなんですか。普通のデスビの方が多分抵抗、回転速くなっても抵抗は全然変わらないと思うので、ちょっと不利かもしれない。そうなんだ。その分火花はちょっと強くなるかもしれないですけど。これ FL でしたっけ。これ FL ですね。もうノーマル。ノーマルなんですね。クランクもノーマルで、基本全部ノーマルですね。そうなんだ。あんまりエンジンをいじったりはしないんですか。エンジンそうっすね。あんまりやりたくないですね。やっぱ寿命が短くなっちゃうのが。シートがこれベイツですか。シートベイツですね。ちょっと破けちゃってますけどね。これもでも直してるんですか、結構。これは一応直してますね。裏に一面貼りつつ破けを直してるっていうか。それ一回剥がして下に貼ってもらってます。その上から前のやつを戻す。そうです。そんなことできるんだ。マフラーもトランペットでアップスイープにしてますね。まあチョッパー作ったらこれはやりたかったものですね。あと初心者なんで CC バーを。初心者は CC バーなんですか。ちょっとどうしてもつけたかったんで。なんかやっぱこうくくりつけると便利だからですか。でもあれですよね、なんかこのハンサムチョッパーというかね、いう感じはありつつも、やっぱりこの間水田さんも言ってましたけど、ネジ一本取ってもなんかそうですね。綺麗なネジは使ってない。そうですよね。だからなんかこの統一感があるっていうか。それはそうだと思いますね。サバイバー感っていうか、汚れてくると一体感が増すので、なんか細かく見ると一応ね、結構パーツのチョイスは自分なりにはこだわってやったんですけど、こういうグリップとかもマークが入ってる古いやつです。これも一応じゃあ年代的には全部そのなるべく60年代ぐらいに合わせて、なんすかね、とにかくシンプルに、これといって別に特徴そんなないのかなっていう感じですよ。でも何なんだろうな、なんかとはいえなんかこうすごい色が出てるっていうか。多分基本的にメッキのパーツはあんまないんですよ。なんかこういうのとかも純正でもともとメッキなものはそのままいくんですよ、俺の場合は。当時のパーツでもともとメッキしかないものは OK だけど、後掛けメッキとかでもやれてればいいけど、なんか変に綺麗とかは使ってないかな。さっき店に余ってたパーツでとかっていうお話ありましたけど、とはいえでもある程度は集めて、これのために集めてっていう感じですね。でもマフラーぐらいかな。あ、そうなんですか。あとはもう長年使わずに持ってたパーツかな。
そうなんだ。ほぼほぼ新規で、そうですね、これを新規で買ったぐらいかな。これと液パイ。はい。これあれなんですね、水沢さん、右だけペグがついてるんですね。あ、そうですね。こっち根元はあるけど先がついてないですね。これ根元もはいスタンドがこれ行き過ぎちゃうんで、チェーンオープンだと巻きあ込まれちゃうんで、あ、止めてるんだ。そう、ただのストッパーあ、ですね。そうなんだ。でもストッパーだけど一応純正のフットボードのああ、やつをわざわざ使ってる。へえ、そういうところがこだわりじゃないですか、やっぱ。まあ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 、あとシガーライターかな。おお。こだわりポイントっていうか、なんなんですか。これはシガーライターです。ちゃんと使えるように。ここからまあ充電用のやつとかも挿せばへえ。 ETC で使ってますけど、あとタバコね火つけたりもできるんで、あんまいないですね。ないですね。オイルゲージっていうんですか。はいはいはい。これスチュワート・ワーナーっていうメーカーの、はい。まあ車用ですね。ホへットロえットだったりあ、そうなんだ。につけるようなやつ。へーこれはなんかワーゲンのイベントではい。 100円ぐらいで買ってます。あ、そうなんですか。は動いてるんですか。い、一応動いてます、ね。へでもまあ車用なんでちょっと振動、これバイクにつけちゃうと、え。はい。文字盤が結構ガタガタ動いちゃう。ああ、そうなんだ。パンとかナックルの純正メーター作ってるメーカーですね、スチュワート・ワーナー。あ、そうなんですか。面白い。それがナックルとパンのメーターになるとめっちゃ高いけど、これだと100円なんですか。そうそう。これはなんか次のステップみたいなのがあったりするんですか。次のステップですか。まあちょっともう煙入ってるんで、うん。エンジンはバラしたいですね。水沢さんも昔からバイク乗ってた感じではあるんですか。乗ってましたね。もうだって最初にナックル買ったの19とかなんで、もう30年以上前ですね。30年以上前にナックル買うってすごいよね。いたんですか。今となってはね、結構ゴロゴロいますけど。ちょうどなんかリアルマッコイズの岡本さんっているんですけど、その人とか絡みのショップに行ってて、そこはもう全部ほぼ1000場の車両、20台ぐらい、ナックルとかファンとか、その人たちと結構仲良かったんで、すごいいい車両ばっかり。あ、そうなんだ。当時からナックルって高かったんですか。高いですよ。やっぱ高いんだ。やっぱナックルはずっと昔から特別な車両なんですね。じゃあ、そうですね。パンはどうだったんですか。パンもでも48とかはやっぱり高かったんですか。高いですね。人気はやっぱりありましたね。あ、そうなんだ。まあでも今から比べたら全然安いですけどね。でもまあいい値段はしてました。チョッパーはめっちゃ安かった。ナックルでもまあ200万ぐらいで買えたんじゃないかな。そうなんだ。まあベース車みたいなのはもっと安いと思うし。本当ですか。それ年代あんまり関係なく。もう関係なく。そうなんだ。チョッパーは安いっていう。サバイバーとかは本当安かったな。あ、そうなんですか。だってもう見るからに動かなそうじゃないですか。そういうのは本当安かった。アメリカでも安かったし。それはなんでなんですか。そのレストアしてとかっていうあまり感覚が昔はなかったからですか。いや逆にそのレストアするためにサバイバーだったらモールディングとかされてるのをみんな剥がしちゃって、やっぱりだから剥がして黒にしないと売れないっていう時代が長かったんで、だから逆にあんま残ってないっていう。
その手間とか考えると、とかっていうのも含めて安かったって感じなんですかね。そう本当に安かった。そうなんだ。じゃあ水沢さん、車両紹介ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日本にいらっしゃるけど、そうですね。でも数は柔らかくふわって説明します。